クラウドファンディングをやってます。今年の4月から休学しています。普段は東南アジアについて学んでいて、大学3年生まで終わったところです。期間は1年間、半年とか期間を調節することもできるけど、半端な分ちゃっかり金銭を要求されるので切りよく設定。休学の理由は様々ですが、私は東南アジアについて独学すること、現地観察したかったことが一番の理由です。こっちじゃなくて、こっちです。フィールドワークと表現すると聞こえがいいかもしれません。学部生なりに観察の技を身につけて、自分で問いを立てながらふごふご学んでいます。私の興味の対象は、アジアの同世代と文化の再解釈です。要は、アジアンタメと壁を乗り越えながら、大変気味な世の中を生きるにはどうすればよいか、という問いにサブカル的に向き合っています。今はネット文化に関することが多いかな。ずんだもんにあらゆるスパイスを飲ませたり。自分の興味と今できることを融合したらたまたまこうなったのです。東南アジアはマイナージャンルなので、ずんだもんは視聴者との媒介の役割を果たしてくれています。優秀なずんだなのだ。門をつけたまえ。それで、同じアジア地域の異なる国に行って、現地の同世代と同じ目線で各国を見てみようっちゅう魂胆です。11月出発の予定です。今は現地で少しでも多くのことを吸収できるよう、視点、アンテナを魔改造する生活をしています。ここまで聞くと、これ交換留学でいいんじゃないのと考えるお前もいるでしょう。交換留学制度は、大体どの大学も金銭面の負担が比較的軽いし、良い大学に行ける場合も多いと思います。僕も最初は検討していたのですが、金銭面と興味を加味し、休学と独自の渡航を試してみようという結論に至りました。まず金銭面ですが、私は比較的お金がないと言える環境にあります。大学は経済面と興味を両立できる道を選び、大学は大変ありがてえことに全額給付奨学金で賄えてます。交換留学とて、渡航前の準備で50万円程度かかってしまうと友人から聞きました。具体的な数字はさておき、準備にそれなりにお金がかかるということです。自身の興味に目を向けると、国際機関など大きな事象より、より個人的な体験に興味があります。正直 SDGs とかにはあまり興味がなくて、哲学や芸術など、公に取り上げられづらい領域が好きです。別に国際機関や平和の啓蒙をバカにしているわけではなくて、私ももともと国際関係のゼミにいたし、この領域に熱心に取り組んでいて、尊敬できる友人もいます。こと連帯、どちらも大切なのだからこういう学生もいていいのです。そういうわけで、お金の負担が軽く、自身の興味について学ぶには、休学が最も適してると判断しました。休学金は、一般的に私立はかかる、国公立はかからないという認識です。うちの学校はかかりません。生活費もあるのでコストをゼロにすることは無理ですが、私にとって精神的にも学業的にも最大限力を出せる方法だと思います。万物がそうであるように、休学にはかなり良い面とアホほどしんどい面の両方があります。良い面は個人の仕事に集中できることです。集団から離れるので当たり前ではありますが、先に、大学にも信頼できる教授や友人が数人いて、いつも助けてもらっていることを立っておきます。ただ、学校の集団主義や風潮に頭を悩ませなくてよいという利点は想像以上に大きい気がします。環境が人に与える影響はそれなりに大きいので、学校にいると少なからず他の生徒の影響を受けて生活しなければなりません。飲み、サークル、恋愛。私はこの手の話題に興味がありません。気にせず作業してますが、知らない間にストレスになっていることもあります。好きな話題は人それぞれなのでみんな好きな話をしてください。ただ、私と大学の環境がちょっと合わない時があるという趣旨です。そもそも一人を好む性格なので絡みは少ないのですが、醸成された文化や空気感から逃れることは不可能に近いです。今回の休学は、就活という形式から離れる生き方を選択するために、自分でできることをできる限りやってみるという目論見もあります。周りに左右されず、時間と環境を得たという責任を持ちながら、学びと行動を最大限実験できる。これは休学独自の利点だと思います。もちろん、理解を示してくれた母にはとても感謝しています。悪い面は、クソデカ不安に苛まれやすいことです。
一人でいる時間が急激に増えるからかもしれません。休学と独自の学習をやる人は圧倒的に少数ですし、周りに人がいないと視点が狭まりがちです。ところでこれは大量にぶちまいてしまったラムネです。ギラギラデコデコのピカチュウのアルミケースから元気よく旅立っていきました。アリくんが大喜びしてました。ただしこれは解決策があります。これまで以上に他人と連絡する機会を意識的に多く取ることです。YouTube の発信でもいいです。週1回誰かと連絡を取る、みたいな感じで更新の機会を必ず取ってください。教授に相談するでもいいし。友達がいない。私に連絡してください。DM 空いてるよ。今のところ、ざっくりこのような感覚で休学期間を過ごしています。もちろん休学は永遠ではありません。今やりたい探究を今できる最大限でやっている、というだけです。どのような形であれ、社会の中で生きていく前に、自ら興味に向かい合う時間を取れたことは幸運だと思います。さて、最後にこれまでの休学期間で実際何をしてきたかご紹介しましょう。今年4月から休学して早2ヶ月が経ちました。辛くて楽しい充実した時間でした。東南アジアの学習は各国の入門書をさらいました。団地社会、男女平等の時代背景、若者の不安、なんとなく世界観が見えて楽しいったらありゃしない。レベル的には学び始めて1、2年の簡単な内容です。しかし、ゼミでは研究地域を絞るので読めてない国の本も多々あります。地域のイメージがより強く結ばれ、自分の興味との組み合わせ方を考える糸口になりました。この本、特定の地域研究の導入にはもってこいなんですよ。旅行前に読むのもおすすめです。名刺も作りました。デザインから作ってとても楽しかったです。ビジネス的な印象にしたくなくてハッピーカードと密かに読んでみましたがムカついてやめました。保証を募集します。大学院というものに初めて触れたのも大きな進歩です。今まで興味がありませんでしたが、探究、フィールドワークという点で自分に合っていると思います。これについてはもう少し調べにゃならんので、また別の機会に皆さんと話したいです。あとは、本の著者と連絡を取ることができました。1年前から探してたアジアと若者に関する本があったのですが、隣町の図書館で見つけてようやく読めました。著者から現地に渡航する際のアドバイスもいただけました。11月からの現地渡航を絶対成功させたいと意気込んでいます。で、それに関して今やっているのが、じゃーん、クラウドファンディングです。休学のメイン、本題、冒頭でご紹介した通り、現地観察するための渡航資金を集めています。他人から金銭支援を求めるのは初めてのことで、正直えらい緊張してます。今こんな感じです。YouTube 経由で支援してくださった方もいるようです。7月21日までやっているので、ぜひ援護をお願いします。ちなみに本人もバイトをして渡航資金を集めてます。休学中の生活に関しては次回以降紹介します。最後にずんだもん、なんか言いたいことはある。都合が悪いようです。ではまた、見張りも兼ねてまた遊びに来てね。